ようこそタイブログラジオへ。想像してみてください。朝はですね、中国の濃厚な薬膳スープをすすって、お昼はタイ特産のゴムの木から削り出された器でご飯を食べるんです。なんだかすごく多国籍なメニューですね。そうなんですよ。さらに夜になるとパキスタンのロティとかイスラム風のスパイスがたっぷり効いたフライドチキンにかぶりつく。これってどこかで開催されている世界の食の博覧会の話だと思いますか？普通に考えたらどこかのテーマパークか、あるいはフードフェスみたいな感じがしますよね。ですよね。でも実は違うんです。バンコクから遠く離れたタイ南部ハジャイという町と、それに隣接するソンクラーで今日実際に起きている日常の風景なんですよ。なるほど。この2つの町はですね、私たちが普段頭の中で勝手に引いている国境とか文化という境界線がいかにお互い曖昧で、そして溶け合いやすいものかっていうのを教えてくれる非常に興味深い場所なんです。本当にそう思います。今回のテーマの深掘りではですね、ジャー先生のタイブログという素晴らしい2つの動画記録を情報源として、タイ旅行の定番であるバンコクとかチェンマイとは全く異なるタイ南部の真の姿に迫っていきたいと思います。はい、楽しみですね。タイでありながら中国、マレーシア、そしてイスラムの異文化がカオスにかつ驚くほど美しく混ざり合っていて、24時間眠らない密食の街を作り上げているんですよね。その通りです。そのメカニズムをリスナーのあなたと一緒に解き明かしていくのが今回のミッションです。動画の記録を詳細に分析していくとですね、この街の多様性っていうのは決して単なる表面的なものじゃないんですよね。と言いますと？つまり地形とか建築、さらには人々の胃袋にまで何層にもわたって深く根付いているということがよくわかるんです。いやー、本当にそうなんですよ。まず驚かされたのが街の風景そのものなんです。ハゼリーの街を見渡すために動画ではハジャイ市立公園に向かっているんですね。ここにはなんとタイ初のケーブルカーがあって、ありましたね。それに乗って山頂にたどり着くと、ハジャイの街並みと広大なソンクラー湖が一望できるんです。でそこには街の方向を静かに見守るプラプッタモンコンマハラートというとてつもなく巨大で黄金に輝く仏像が立っているんですよ。その圧倒的なスケール感はまさにこの地における仏教信仰の厚さを物語っていますよね。はい、ここまではやっぱりタイは仏教の国だなってすごく納得できるんですよ。そうですよね。でも視点を少し変えると、その前提が心地よく裏切られるんです。そうなんですよ。ちょっと待ってくださいって画面に向かって突っ込みそうになりましたからね。巨大な仏像が見つめる視線の先、同じハジャイの街の風景の中にですね、なんとタイのタージマハルと称されるハジャイ中央モスクが鎮座しているんです。あれは本当に美しいモスクですよね。インドのタージマハルのような草原なデザインで、前面には大きな池があるんです。夕暮れ時になると黄金色に染まる空とモスクのシルエットが水面に反射して、もう息を飲むほど美しいイスラム文化の世界が広がっていて、まさに絶景です。でも普通これほど強力な宗教的シンボルってお互いに空間を住み分けたがるものじゃないですか。なぜ衝突せずに同じ街のランドマークとして成立しているんでしょうか？それは非常に鋭い視点ですね。その答えはハジャイとソンクラーが歩んできた人々のこの移動と共生の歴史にあるんです。移動と共生ですか？はい。地理的にですね、マレーシア国境に極めて近いこの地域は、古くからタイ人のみならず海を渡ってきた華僑、つまり中国系移民ですね。それからマレー半島からのイスラム系の人々が交易の拠点として来たんです。なるほど、ビジネスの中心地だったわけですね。そういうことです。隣のソンクラー旧市街に残る中国とヨーロッパの様式が融合したシノポルトガル建築がまさにその証拠なんですよ。レトロで可愛らしい建物ですね。彼らはお互いの文化を排除するのではなくて、商業的な必要性と日々の生活の中で自然にモザイク状に配置していったんです。なるほど。商業と生活の交差点だからこそのモザイクなんですね。はい、そういうことです。でも驚きはそれだけじゃないんですよ。ワットハジャイナイというお寺には長さ35メートルという世界第3位の大きさを誇る巨大な涅槃仏、つまり寝転がっている仏像があるんですが、すごくリラックスして微笑んでいる仏像ですよね。そうなんです。そして極めつけがプラマハチェディトライポップトライモンコンという仏塔なんですが、はいはい。これなんと
世界初のステンレス製のパゴダなんですよ。あれは本当にインパクトがありますよね。伝統的な仏塔といえば普通は石とかレンガ、あるいは黄金で装飾されるのが一般的ですから。ですよね。なぜわざわざ錆びないステンレスなんていう近未来的な工業素材を使ったんですか？それはですね、タイの高温多湿な気候に対する非常に合理的なアプローチなんです。なるほど。メンテナンスが楽っていうことですか？ええ。それと同時に信仰の形が決して過去で止まっているのではなくて、現代の技術を取り入れながら常にアップデートされ続けている証拠とも言えますね。そういう見方もできるんですね。しかもこの内部のシステムもすごく合理的でユニークなんですよ。どんな風になっているんですか？中に入ると月曜日から日曜日までの誕生曜日ごとに部屋が分かれているんです。タイでは自分の生まれた曜日を大切にする文化がありますが、はい、曜日ごとにラッキーカラーがあったりしますよね。そうなんです。自分の曜日、生まれた月、さらには生まれた年の釜を順番に巡ってお布施をしていくシステムになっているんです。すごくシステマチックですね。だから一つの町の中にタージマハルのようなモスクがあって、巨大な微笑む涅槃仏がいて、さらに近未来的なステンレスの塔まである。ただ建物が並んでいるだけじゃなくて、なんだかまるで世界の建築のビュッフェみたいですよね。世界の建築のビュッフェ、いやー見事な表現です。ありがとうございます。そしてですね、こうした文化の混ざり合いというのは単に違う国の人々が隣り合って家や寺院を建てたからという物理的な話だけでは終わらないんです。というと、もっと深いところでつながっていると。ええ、彼らの根底にある信仰や物語までがこの土地の輪郭を書き換えてしまっているんですよ。物語が土地を書き換えるですか？それってソンクラーの海とか山に残されているあの奇妙な伝説のことですか？その通りです。街を形作っているのはコンクリートやステンレスだけではありませんからね。確かに動画で見たソンクラーにあるタングアン山の映像、本当にシュールで面白かったんです。ええ、ケーブルリフトで登る山ですよね。そうです。45バーツ払って約5分で山頂まで行けるんですが、山頂には野生の猿の群れがいるんですよ。はい、猿がたくさんいますよね。そこまではよくある話なんですけど、なんと猿たちが観光客からもらったのか、人間みたいにアイスクリームをすごく美味しそうに食べているんです。猿がアイスクリームを食べている光景ってユーモラスですよね。でもよく考えてみてください。はい。これは自然の生き物と人間の生活圏、つまり野生と文明の境界線がいかに曖昧に溶け合っているかを示す、すごく象徴的なシーンなんです。なるほど。この地域ではあらゆる境界線がぼやけていると。ええ、そうなんです。境界線がぼやけるといえば、サミラービーチから見える猫島とネズミの島の伝説もまさにそうですよね。ああ、有名な民話ですね。中国の本船に乗っていた犬と猫とネズミが魔法のクリスタルをめぐって船から逃げ出して、猫とネズミは海で力尽きて島になり、犬は岸までたどり着いて丘になったというおとぎ話です。はい、面白いお話ですよね。さらにソンクラーのランドマークには巨大なナーガ、つまりヘビ人の像プーアナンがありますよね。これ一つの巨大な像がポンと置いてあるわけじゃなくて、ええ、分かれていますよね。そうなんです。頭、胴体、尻尾の3つの部分に分かれて街のあちこちに配置されているんですよ。ここで重要なのはですね、なぜその物語が生まれたのかというそのメカニズムなんです。なぜ生まれたのか？ええ、例えば犬と猫とネズミの伝説、これは単なる子供向けのおとぎ話に見えますが、実は中国の本船が登場するという点が鍵なんですよ。中国の船ですか？はい。つまり海を渡ってこの地にやってきた華僑の歴史、貿易と移民の記憶がですね、地元の地形を説明するための神話として定着したものなんです。なるほど。ただの昔話じゃなくて移民の歴史のメタファーだったんですね。その通りです。では3つに分断されたナーガの像にはどんな意味があるんでしょうか？ナーガというのは農業や水に深く依存する東南アジアの土着の信仰であり、生命の源である水と心の浄化の象徴なんです。はい、水神様のような存在ですよね。ええ、それが街全体を包み込むように3つのパーツに分けて配置されている。つまりですね、はい、海からやってきた中国移民の歴史の物語と
タイの土着の精霊水神信仰が全く同じ風景の中で矛盾することなく、まるでレイヤーのように重なり合って共存しているわけです。お互いの文化が干渉し合って、まるで街全体が生きた絵本のように現在進行形で新しい神話を書き足し続けているんですね。本当にそんな感じです。そしてですね、この生きた絵本のような文化のブレンドを最も分かりやすくかつ最高に美味しく体験できるのが食の世界なんです。待っていました。白蛇を語る上でこの複雑な歴史がどう胃袋に収まっているのかを解剖するのは絶対に避けて通れませんからね。リシダーのあなたもタイ旅行といえばパッタイやトミヤムクンを想像するかもしれません。でも動画を見ていて一番お腹が空いたのは何といっても白蛇フライドチキンなんです。街頭ドハジャイですね。美味しいですよね。デチャというお店ではなんと1時間待ちの行列ができるほどの人気ぶりなんですよ。外はサクサクで中はジューシー、しかも全然脂っこくないんです。バンコクの屋台で見るフライドチキンとはまた違いますよね。明らかに違うんですよ。その違いこそがまさに歴史の証拠なんです。本場ハジェイのフライドチキンはターメリックなどのスパイスを多用して、その上にカリカリのフライドオニオンホムジャオをたっぷり乗せるんです。はい、見るからにスパイスが効いてそうでした。そしてカオモックというビリヤニ風の黄色いご飯と一緒に食べるんですよ。絶対美味しいやつですね。この調理法とスパイスの使い方は明らかに南のマレー半島、つまりイスラム文化の強い影響を受けて形成されたものなんですよ。イスラムのスパイス文化がタイのフライドチキンを進化させたわけですね。そういうことです。でも翌朝の街を歩くと今度は風景がガラッと変わって中華の伝統が爆発しているんですよ。朝ごはんは中華系が多いですよね。朝から30人以上もの大行列ができているチョクディ・リムサンというお店があるんです。ここの名物はなんとバクテー肉黒茶なんです。いいですね、バクテー。薬膳スープの中で巨大な豚のあばら肉をグツグツ煮込んだもので、それに天津を合わせるんです。さらにナイヤオという60年の歴史を持つローセでは伝統的な白湯に豚ミンチと黒オリーブの炒め物を合わせているんです。まさに中華の朝ごはんですね。タイのジャングルが近い南部の町で完全に中国の朝ごはんを食べているんですよ。これバクテーというのはもともとマレーシアやシンガポールに渡った中国南部の港町からの移民がですね、福建省とか長州の人たちですね。彼らが過酷な肉体労働を乗り切るための栄養源として作り上げた食文化なんです。なるほど、スタミナ食だったんですね。はい、それが交易ルートに乗って国境を越えハジャイの地に根付いて、すっかり地元の朝の定番として同化してしまったわけです。食の同化といえばタイ東北部のイサン料理との見事な融合も見逃せないんです。イサン料理ですか。バーン・クンプーという元市長の家を改装したローコレストランがあるんですが、ここで提供されるイサン料理にはハジャイならではのちょっと信じられない工夫があるんですよ。どんな工夫ですか？普通イサン料理でもち米を食べるときってカティップという竹で編んだカゴに入って出てきますよね。丸いカゴですよね。定番です。でもここではなんとゴムの木から樹液を取るためのカップにもち米が入って提供されるんです。なるほど。それは非常にスマートなローカライズの手法ですね。ゴムの木のカップを使うなんて本当にびっくりしました。というのもタイ南部は世界有数の天然ゴムの産地であり、ゴム産業は彼らのアイデンティティそのものなんですよ。なるほど、自分たちの誇りなんですね。だから遠く離れた東北の食文化をそのまま持ってくるのではなくて、自分たちの基幹産業であるゴムの木の要素というフィルターを通しているんです。そうやって見事に南部の食として再定義しているわけですね。その通りです。そして夜になると街はさらにカオスな活気を見せます。ハラル認証を受けたパカルーサカフェではコンドバーガーという巨大なハンバーガーが飛ぶように売れていて、ハラル対応のハンバーガーですね。街角ではパキスタン風のロティが焼かれているんです。さらに若者の間では TikTok でバズった真っ黒な炭火生地のクレープが大人気で、炭火のクレープですか？面白いですね。しかもバンコクなら120バーツはするものがたったの65バーツで食べられるんですよ。それはお得ですね。なぜこの街はこれほどまでにバラバラの文化の料理が24時間シームレスに提供されるようになったんでしょうか？つまり誰がこれを求めているのかという需要のメカニズムですね。需要ですか？
ハジャイはタイ有数の商業都市であり、陸路でマレーシアやシンガポールと直接つながっているんです。はいはい。週末や連休になると、マレーシア、シンガポール、さらには台湾から膨大な数の観光客が車やバスで押し寄せてくるんですよ。動画の中でもマレーシア人が多すぎてまるでマレーシアにいるかのような錯覚に陥るって言っていました。そうなんです。国境を越えてやってくる彼らの多様な舌と宗教的背景、例えばハラルなんかですね。それらを同時に満たす必要があったんです。マレーシアのムスリム観光客にはハラル食を、中華系の観光客には天津を、そして同時にタイならではの食事も提供しなければならない。なるほど。その圧倒的な国際需要に応え続けた結果、街全体が24時間稼働する巨大でカオスなフードコートのように進化していったんですよ。なるほど。ただいろんな人が住んでいるからじゃなくて、外からやってくる膨大な需要と供給の歴史がこの街を世界一美味しくてカオスな場所に鍛え上げたというわけですね。まさにその通りです。さて、今回あなたにお届けしたタイ南部ハジャイとソンクラーの探求はいかがだったでしょうか。ここにある魅力は単なる美味しいものや綺麗な景色の寄せ集めではありません。異なる言の宗教背景を持つ人々が長年一緒に暮らしてきた寛容さの結晶なんです。モスクの隣で仏像が微笑み、中国の伝説が語り継がれる海辺でイスラムのスパイスが効いたチキンを食べる。それは違いを排除するのではなく、全てを飲み込んで自分たちのものにしてしまう強くてしなやかな人々の姿そのものですよね。そうですね。リスナーのあなたも近所のレストランで本場ホニャララ料理という看板を見て、これって本当にほんまなのかなと疑ったことがあるかもしれません。よくありますよね。しかし最後に今回の探求から導き出されるある挑発的な視点について考えてみてほしいんです。挑発的な視点ですか？私たちが普段これは純粋な伝統文化だとか、これこそが本場オーセンティックなローカルフードだと信じているものは、実は何世紀にもわたる隣国との美しくも泥臭い文化のパクリ合いと融合の産物に過ぎないのではないのでしょうか。なるほど。純粋無垢な文化なんて実はどこにも存在しないのかもしれませんね。全ては混じり合い、人々の移動の中で洗練されてきたんです。次にあなたが本場の味を口にするとき、その裏に隠された複雑なレシピを想像してみてください。レシピですか？きっとその一口がより重層的で豊かな味わいに変わるはずですよ。もしよろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。Thank you for listening today. Tune in next week. Tune in next week. Bye bye. Bye bye.